尾形澄子さん、当時13歳。爆心地からおよそ 0.7 キロ離れた東海地町の自宅で被爆しました。当時広島女学院高等女学校2年生だった澄子さんは毎日学徒動員のため雑魚場町へ行っていましたが、8月6日は体調を崩し自宅にいました。潰れた家から助け出され、避難場所となっていた山手川に着いた時、黒い雨を浴びたといいます。2週間ほど経った頃、意識不明に陥り、気がついた時には一緒に被爆した叔母は亡くなっていました。動員先で亡くなった多くの学友のためにも語ることが自分の使命と、今も証言活動を続けています。昭和19年4月1日から広島女学院高等女学校に行ってました。1年間はちゃんと外国の英語教師が気取られたから、その英語なんかも1年間はちゃんと勉強しました。いろんな勉強をねしましたけど、2年生になってもう戦争が激しくなってからはもうほとんど勉強はなかったです。外国の先生の家具とか全部校庭の真ん中に集めて、燃やされるのをみんなに見学さされました。生徒にやっぱり乙女心に戦争っていう勝つまでも頑張りますいうみんな精神が的に強く思ってたんですけど、やっぱり寂しかったですね。礼拝を済まして校庭に集まって、もう7時半頃には出発してたと思うんです。広島市雑魚場町の方へね、建物疎開の後片付けに学徒動員で行ってました。学校の先生は子供には力もないから言って県庁ですごく抗議されたらしいんですけど、全部の中等学校の先生がね。でも軍は全然それを受け入れずに強制的に命令を下したそうです。それで学徒動員が始まって、毎日なんかそんなにで勝つまでは頑張りますいうあれだったし、みんなね戦争の士気を高めるために花もつぼみも若桜ってあるんです。それをみんなが声高らかに歌いながらね、みんな本当楽しんでいったいうんかなんかいろんなやっぱり13歳の12歳13歳が行ってますからね。1年生2年生が。その時は集団疎開もう行ってたかどうかわからないんですけど、弟と母と叔母と、そして私と下の弟2人6人で暮らしてましたね。それは母の里が江ノ町だったので、父が出征したので母が私らを連れて江ノ町へ出征してから江ノ町へ変わったんですけどね。お米の配給がね1週間分しかなかったんですね。それでお弁当を作るためにもう雑草を鉄道部さんがあるんですね。雑草の先を、それを本当は水のようなお貝に米粒はほとんどないんですよね。そういう食生活をしてお弁当は作らんといけないから、母もすごい苦労したんだろうと思うんですよね。それで自分の着物和服なんかを田舎へお米と交換してもらって帰ったり、たまにお米の配給があった日は麦とか普通のご飯を炊いてくれて、一膳ずつこうね並べてあるんですね。そしたらまだちっちゃい弟は
こぼしたりするのをね、5年生だった弟と競争で拾って食べたり、もう本当哀れな生活でしたよ。建物疎開を命ぜられて借家を借りて東海地に行ったんです。焼夷弾落ちたらもう家が密集してましたから、その密集を避けるためにところどころこうね建物疎開の強制命令が下りました。原爆が落ちるとは全然知らずに、さらに近いところに江ノ町からまたさらに距離が近いところへ引っ越したいうことですね。7月の終わり頃だったと思うんです。8月5日の朝迫谷村のお寺に母が面会に行ってくるから言ってから出かけたんですね。だから家にはおばと私と弟2人、3歳と5歳の弟と4人で、おばが結局留守番してくれたんと思うんですけどね、そこで。で私もちょうど体調を崩して、もう学校作業を休んで家におりました。で朝トイレに行って、トイレから出た途端もう光ったのも何にも分からずに家の下敷きになって、多分気絶してたんと思うんですよね。たらおばが私の名前をもうすごい私の名前を呼ぶ叫び声で気がつきまして、でおばは私の声がするあたりを瓦を1枚ずつ上からはぐってくれて、おばは先に抜け出たらしいんですね。隙間から出て、で私を隙間から引っ張り上げてくれて、で弟たち2人を助けよう言って名前を呼んだら、ちょうどタンスの前におばと3人が、ね、休んでたらしいんですね、その前の晩から。で大体位置が分かるからそこらを呼んだら返事をしてきたから、ちょうどそこらは隙間があったので、そこから2人がまたおばが抜け出たそこへ隙間へ入って、私が上から引っ張り上げて助けました、2人を。私らが出られたのは2階が吹き飛んだからとだろう言っておばは言ってました。吹き飛んだからだから1階だけになってどうしてもね出やすかったようにね思うんですけどね。もうね火の海でした。もうね言葉も出ませんでした。そしてもう本当ね、もう本当火の海でね、私は3歳の弟をおんぶして、おばが5歳の弟をおんぶして、でおばがもう全然方角がわからないのでずっとキョロキョロしてたと、どっちが西へ逃げよう思って、で西の方はまだ火があんまりついてませんでしたからね、私らが出た時東海向こうの方を見たから、原爆ドームの方が目に入ったんと思うんですよね。その方が全部燃えてて、こっちだから西の方角はどっちかさっぱりわからないので西電話局が見えたらしいんですよね。そこが西電話局だから、西方向だから言って、もう道も全然なし潰れた家の上を逃げましたね。はい、私が一緒に逃げて、そして広瀬橋に差し掛かった時はもう橋がもう欄干が燃えていて、早く渡ってくださいって指導すごい叫び声が聞こえましたね。男の人が立っておられて、みんな水を求めてかやけどされた方なんかは暑いから川の中に入っていかれたんと思うんですね。もうそれをずっともう一生懸命逃げるのにちょろっと見たいんですが、じっとは 見られないので、もうちょろっと見ただけでも川の中はいっぱいでしたね。
したね。ほいで山手川にたどり着いた時には弟がもう私手をかけられませんからね、こう人の剥いでられた剥いでたり両手がいりますから、弟なんか全然無視するような感じでした。そしたら山手川に着いた時、弟がしっかりしがみついていたからね、もう嬉しくて、はい、弟を抱きしめて本当一緒に泣きましたね。暑い上を踏んで歩くから履物なんかないですからね、裸足で足無傷だったですけど足の裏だけはやけどしてましたね。たどり着いてしばらくしたら真っ黒い雨が降り出しました。そしていっぱい周りの方は皆真っ黒に染まっていくんですね。そしてみんな家から出る時にもうボロボロに服はもうほとんどない状態で、はい、そしてボロボロのボロ着りをまとったような状態でみんな見たら自分の姿を見たら自分もやっぱりみんなと同じように真っ黒になってね、あれしてました。で真っ黒雨でそこの川辺ですから川も浅いですからね、川そこでおばが弟たちを洗って、私もちゃんと洗って、そしてあそこのだからもうしばらくしたら下痢と嘔吐が始まって、その川がトイレですよね、川でそれも用を足して戻しても流れていくので、おったらちょっと紙でみんなそういう状態なんです。周りの方も全部無言で。川がね浅いから渡られたんですね、山手町の方にこっち対岸からねこう渡られたんです。そして渡ったとこが鉄道だったんです。今も同じだろう思うんですけど、そこにちょっと這い上がって町の方を見ましたら、もう町は本当火の海でしたね。まだねもう衝撃で声も出ませんでしたね。本当なんかね本当あれでしたね。あれですよね、原爆いうのは全然わかりませんからね。みんな本当言葉少なでしたね。ほいであくる朝に昨日までちょっとお話でもしてた人があくる日はもう亡くなってるんですよね。なんか本当すごい状況でした。地獄絵巻を見るようで亡くなって、もうそこにもう宇治が湧いてるんですね。もう暑いので一晩のうちに周りの方が亡くなっとられる方は宇治が湧いて、でもう診療所を教えてくださいってみんなやけどした人がその海岸もずっと歩かれるんですよね。本当すごい状況でした。解いた言って頃言いよったんですがね、それを男の人が両方から乗せて23人乗せてはそこで山にして、そうで100メートルぐらい向こうだったと思うんですがね、そこにみんな積んで油をかけて焼かれましたね。仮死状態の方もおられたと思うんです。今だんだん日にちが経って思うのにね、その場ではもう本当地獄絵巻のようでしたね。もう迫谷村で早くこっち朝帰らないといけないからバス停にいたらバス停の前に旅館がずっとあったらしいんですが、そのガラスがバラバラっと割れたそうです。ピカッと光って、だから光は母の方がよく見てるわけですよね。はい、なんか大事があったわ、全部殺してしまったら父に申し訳ないとすぐ瞬間思った言ってました。ちょうどね避難場所が決まってたらしいんですよね、その地域で。それはちょうどね山手川渡ったとこだったらしいんです。あそこに大きな防空壕を掘ってありました。母がその避難場所の防空壕のあたりへうろうろしてたらしいんですね。それでおばとぱったり出会って、で私たちも出会って、もうその時の嬉しかったことを言ったら、と
とにかく来る朝はおむすびいただいたんですけど糸を引いたおむすびだったんですよ。でそれをもう美味しかったですね。味は忘れられませんけど、それで草津病院の方へ歩いて行ったらあったかいおむすびをいただけるいうことを、母とか聞いたらしいんですね。でそこへまで歩いていくためにそこ歩いてたら女の方に出会って、それでもうボロボロで真っ黒の着てるから女の子でもよかったら差し上げますって言って、皆さんこのタンスを一緒に起こしてください言って母とおばが一緒にタンスを起こして、そこから子供さんの服を出して、そして2人3歳と5歳の弟にで自分の服は私に着せてくださったんです。大きいけどね少しはでもいただいて本当ね嬉しかったです。はい。そこから草津病院に行くんですが、もう力尽きますよね、食べ物がないから。で草津病院に行ってもうすごい人がこう並んでられるんですね、やっぱり。でそこでみんな一つずつあったかいおむすびをいただいて、はい、いろんなそんなことで命をつなぎましたね。ここにこれ以上おったら亡くなって危ないから言うんでとにかく高田郡まで行ったら空き家もあるから農家の方のね納屋なんか借りて過ごせばいいから言ってトラックに乗せてもらって、そしておばの鉄工所に着きました。はい、それでなんかね納屋を借りて農家の隣にちょうど空き家があったんですよね、鉄工所の隣で。そこで過ごさせてもらいましたね。2週間経った頃から紫の斑点が出だして、髪の毛がおばと一緒に朝髪をすくのにパサッともう束になって抜けるんですよね。でおばがもうこのままの状態では助からないからまた世で会えるからね死を恐れたらダメよ、もう死ぬるの天皇陛下のために死ぬるんだから死はあんまり恐れないいう教育だから国のために死ぬるんだいう固い決心でね、貧血状態でとこについて、私はそのまま意識を失ったんですよね。そしておばは私が意識が戻った時にはもう亡くなってました。9月4日に、はい、母が言うのに私は海がたまる痛みで目が覚めたんですけど、おばはそれ内臓がみんなこう溶けていうかなんか放射能で、まだその放射能いうのは分かりませんけどね、ずっと下血が続いて亡くなったいって言ってました。で私はもういろんなところからが腫れて、その腫れるまでの痛さ言ってもう背中半分ぐらいとことで、どこからどこが腫れて海がたまるかわからないんですよね。でうつ伏せ状態に寝たままでちょっと100メートル行ったぐらいに村の診療所があったんです、ちっちゃい。そこへ母が連れて行ってくれて、そしてここはメスを入れられたらもう脳板へもういっぱいでよりかたくさん海が出た言って、そして背中の方はもう海がだっと出るんですけど、それが皮膚と一緒に剥がれるらしいんで、毛穴からずっと海が出て剥がれてケロイド状態になってますけど、今はこことかね。でここはもう5センチぐらい陥没して、横座りはその時からもうできないんですけどね。はい、その海がたまるまでの痛さ、もう本当にあれで目が覚めましたね。そして海を取り出してもらってからは徐々にもう熱も下がって、7
8ヶ月ぐらい経ったと思うんですけどね、7、8ヶ月でそれが全部治癒して、だんだん治癒していきますけど、そこをポッと剥がれてケロイドになるんですよね。それが見えるとこはここの腕のとこだから、ここでずっと包帯巻いてね、青春時代はしましたけどね。宇治内外線しまして、いろんな調べたら住所が分かって、そして復員してきたのも自分の体重ほどの荷物を背負ってね、ほんだらその大村鉄子おばさんが「三好さん帰られたよ」って「お父さんが帰られたよ」って言われるのが耳に入ったら、もう前はずっと雨戸になってるんですよね。こっちから出入りするのでね、こう平屋でしたけど、雨戸をね突き破って出たです私。ほいでね、もう父親っ子だったから、ほいで飛びついて、もう降りれんような状態になるまで、なんか飛びついて、その時の喜びはすごかったです。嬉しかったです。もうみんなね、ほんで一番下の弟はお腹にいる時に父が出征してるから顔が初めてなので、もう逃げ回ってましたね。男の人いうの知らないので父は銀行でなしに歯科医師会の事務所へ働くようになりましたね。段原でしたけどね。で歯科医師会を父は行くし、私は学校へ復学して、その時は流川校舎はないですから、牛田山の今の女学院大学の後に仮校舎が建ってたんです。そこへ通いました。320名亡くなってね、教職員と一緒で先生が7、8人と学生が310人ぐらいだ。いろいろ本に書いてありますけどね。でもうそのショックは大きかったですね。もうね、やっぱり私も6日に行ってたらもうね、皆さんと一緒にねいなかったと思うんですけどね。なんか運命と言いますか、70名亡くなってますからね、2年生は。だからでも復学した方は少ないですよ、やっぱり。原爆からはね生存された方でも少なかったですよね。で卒業する時はもう昭和23年には流川校舎ができたから、そこで卒業式はしましたね。そうですよね。もうやっぱり体が弱かったから大変でしたけど、友達とそれからちょっとの間は楽しい生活でしたね。私すごく仲がいい人がおられて、三好さん言うんです。私旧姓が三好なんですよ。でいつも2人が作業してたんですよね。ほんで8月5日まではその方とワイワイ言いながら一緒に作業したんですけど、6日は私が休んだもんでね、その方はそこでも焼き殺されました。もう73年も経ってるのに私が生きてるいうことがやっぱりご家族に今にやっぱり悪い思って絶対訪問することもしなかったんですけど、2014年にやっぱり被爆体験を語ってください言って TBS の方から連絡がありまして、でそこのディレクターの方とかがその私が証言した中から私が頼んだわけでもないんですけど、その三好さんいう一緒に仲良かった友達のお家へ訪ねて行かれたらしいんですね。学校の慰霊碑に参って、そして三好さんの家に行ってお姉さんにお会いして、たらいろんなことをね聞かれてね、写真もいただいてね、赤ちゃんの時のしかないよ言ってね照子さんの写真をいただいたりして、
はい、でね、お話ししてよかったと思いました。お姉さんも喜んでくださってね、はい、すごくいろいろお話聞かれたりして、生きとるのがなんか悪いような気がして、絶対そういう誰どこにも訪問してなかったし、その時はまだねずっと長年ひこじっていましたから、でもお会いしてよかったと思いました。写真をあれされた時に本当学生時代に帰ったような嬉しさで拝見しましたよね。今も大切にしてますけどねもう今は絶対やっぱり被爆体験を語っていくことが私の使命と思ってますから、だから皆さんにね語っていくべきと思います。もうね57年間は喋れませんでした。全然ねもう思い出すのが辛くて喋ることはできませんでしたね。でも58年目ぐらいにすごく友達に近くの人とか友達に励まされて、それでやっぱり語っていくべきいうのを知らされまして、やっぱり私の使命として語らんといけんかねってあれだけ320人の人のためにでも思いまして、ぼつぼつ語るようになりました戦争は絶対いけないことと核兵器廃絶を願って、今も署名活動とか一生懸命、体が続く限りはしてるんですけど、やっぱり原水爆禁止運動はずっと禁止運動を続けていきたいと思ってます。戦争反対とね、もう戦争のためにこうなったんですから、核兵器は絶対共存できないと思いますから、そういうつもりで一生懸命頑張ってます。